日の舞の熱波ラジオ12分でさよなら。このラジオは12分の砂時計代わりになるサウナラジオとなっております、はい、お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。お願いします。さあどうですか、この熱波ラジオ、慣れてきました？慣れてきましたよ。もうだってね1ヶ月ちょっとやってますから、はい、いいですね。やっぱサウナの中でね、そうですね、トークするってね、この間ね、はい、サウナの好きなファンの人と喋ってて、でなんでサウナが好きかみたいな話をしてたんですよ、はいはい、そしたらその人がサウナはマウントの取り合いがないから好きみたいな言ってて、確かにって思って、それこそ麻雀私たちやるじゃないですか。やりますね。麻雀はこうマウントの取り合い、めっちゃ言ってきますね。言ってくるじゃないですか、はい、で、サッカーとか、そういうのでも、結構勝負事なんで、こうどっちがとかマウント系あるじゃないですか、でもサウナはそれがないみたいな、なるほどなるほどことを言ってて、確かにサウナのマウントとかあんまり取ってる人見たことないなって。この施設おすすめですよとか、そういう話はするけど、でもなんかたまにいません？こうサウナ同じタイミングで入って、先にじゃあ僕が別の男性、知らない男性と一緒に入るじゃないですか。同じタイミングで入るじゃないですか、僕の方が先に出るじゃないですか、で1分2分後に、俺の方が長く帰ったけどなみたいな顔で出てくるやついるな。あと自分もやってるな。お前ひよいなみたいなやってる。確かに8分5分で出てたみたいなありますね。ちょっとね、ありますよ。ちょっとはあるけど、他の趣味に比べれば、ないですね、はい、そんなにないかな、基本的には本当に一人がそう一人、自分との戦いみたいなことですからね、なるほどね、そうありましたね、最近私ワインの飲むのにちょっとだけハマってるんですよ。ああ、本当ですか。ただ、本当に味とかマジで分かんないんですよ、詳しくもないし、これが何々の何々って言われても全く分かんないんですけど、味はなんとなく美味しいみたいな、であんまり二日酔いもしないからワイン好きだな。そうですか。じゃあ体合ってるんですね、ワインは。どうですか、ワイン飲みます？ワインは今聞いた時に1個恵比寿のワインバー M だったかな、おすすめです。めちゃくちゃおすすめ。何が？まずグラス、どれもグラスから選べるんです、どれでも、で、それこそいろいろおすすめをしてくれるし、で、そこはワインエキスパートとかの資格を取るソムリエとかの人とかも勉強で来るようなところなんです。ガチなやつじゃん。でも本当普通に全然敷居高くなく入れるところで、で面白いのはブラックグラスってあるんですよ。ブラックグラス、黒いグラスにワインを入れてもらうんですよ、でこれを飲んで、さっき言った勉強できてる人もいるから、これはイタリア産の白ワインですねって言って、違います、それチリ産の赤ですとか言われるっていうお前白と赤も分かってないんかいみたいな。ブラックだから分かんないよ。そう、分かんないとかも面白かったり、本当に僕はワインお酒がそこまで強くはないんで、ワインあれだったんですけど、そこ行って1個お気に入りになって、今毎回取り寄せて必ず冷蔵庫に1本そのワインは入ってるっていうのをそこで見つけましたよ。すごい、めっちゃいいですね、そこ。確か恵比寿、M。ただ私はそこまで本当行ってなくて、でワイン飲むじゃないですか、飲んだ時に結構みんな感想とかこう言い合うみたいなあるじゃないですか、あれが超苦手で。芳醇って言っとけばいいんじゃないですか芳醇で勝ちでしょ。芳醇、ただそれで私が思いついたっていうか、みんながやってるなって思ったことが、飲んだ時に必ず飲みやすいみたいな。飲みやすいねそれで片付ける人が大半、多分その飲みやすいって言ってる人たちは結構何も分かってないチームの人たち、だから私と一緒なんだなって思うけど。なるほどなるほど。大体みんな飲みやすい。そうですね、好きだったら飲みやすいですからねでも例えば変によくありがちな言葉でそれこそフルーティーとか言って、これはワインの中で全然フルーティーじゃないよっていうギャンブルに失敗するぐらいだったら飲みやすいとか
まああとあれですよね、私これ好きですよね。これ好きみたいなね、でも絶対分かってないそのワイン好きの人からしたら、こいつら分かってないなって絶対思われる一言ランキング1位2位を争いますよね。1位2位争いますね。あと芳醇もね。芳醇もでもいいと思いますよ、そこは本当に好きなワイン見つけて、結局別に自分が好きなワインでいいわけじゃないですか。それが高かろうが安かろうが、どこのワインだろうが、フルーティーであろうがなかろうが、私はこれ飲んで美味しいと感じるんだを見つけたい。ただなんだっけ、よく毎年みんなが盛り上がるやつ何でしたっけ、なんだっけあれ、解禁するやつですね。そうなんだっけあれ、ど忘れした。なんだっけ、シャトーブリアン、なんだっけ、シャトーブリアン肉ですね。何でしたっけ、あれなんだっけ、うわ、ボジョレ。そう、それを楽しめるっていう人間になりたい。ボジョレ・ヌーボー解禁っていうので、なるほどね、みんな盛り上がってるっていうか嬉しそうにしてる人たちいるじゃないですか。でもボジョレに集中するとそれこそこれ一昨年のボジョレよりとか出てきますよ。確かにあれ10年前のボジョレはうまかったなとかあれでも言ってるのかっこよくないですか、みんな。かっこいいですね。だからその通な感じ出せるのいいなって思って、私もちょっとやりたい。ワインをね勉強していくということで、はい、おすすめのワインあったらねコメントで教えていただいて。そうですね、おすすめ教えてください。はい、では行きましょうか。はい、サウナトーク。はい、では坂うかなが。はい、じゃあサでいきます。でん、ロッカーナンバー14番ガリさん。はい、もし宝くじが当たったら誰には教えますか？これ結構考える私。もうじゃあこれマックスでいいですか？10億。10億？トドビッカー。やばい。でも誰かにあげたい、お世話になってる人にその10万ぐらいはあげたいじゃない。でもそれは別に言わなくてもいいじゃないですか。宝くじが当たったから10万円あげますっていうのとはまた違うじゃないですか。いつもありがとう。いつもありがとう。怖その10万。でも本当にいろいろね聞くじゃないですか、都市伝説を。ね、なんか狙われちゃうとか。宝くじ当てた人のかなりの割合の人がその後自己破産してますよね。そうなんですか。半分以上が。それってもう使いすぎちゃってるとか感覚がおかしくなったりとか、それこそ周りの人の影響とか、もちろん金持ったらね寄ってくる人もいるでしょうし、だから誰に言うかっていうのはものすごい大事だし、なんかね言ってなくても漏れるって言ったりもするし、ちょっと闇の組織とかなんかね、ありそう。誰には言います？親には言います。まあ親には絶対言う。親に言います？言わないですか？言わないかな。10億だよ。だってその10億の中で多分家建てたり車買ったり親にするじゃないですか。それは全然する気持ちはありますけど、10億当たったっていうのは言わない。じゃあもしかして誰にも言わない派？基本的には言わないと思います。まあ唯一一人だけ同じぐらい金持ってる、同じぐらいって10億持ってないんですけど、同じぐらい金持ってる友達一人いるんですよ。でそいつはもう全然同い年で仲良くてサッカーとか一緒にやってみたいな、なんかその人には言うかな。同じぐらいって今のってことですよね。同じぐらいというか10億加算されて10億10億っていうか、まあお金持ちの友達ってことです。その人に言っても本当に大丈夫なんですか？だってね、その人も別にお金に困ってるわけではないし、で使い方わかんないじゃないですか。じゃあ今10億ポンって渡されて、ほんとさっき言ったみたいに自己破産になりますよ。じゃあその人と相談しながらってことですか？どうやってお金をじゃあここから働かずにどうやって増やしたらいいんだとか、そういうの。てか10億もらって増やそうという考えになるんですね。なりますね。なるんだ。サッカークラブ買いたいですからね。まあまあ無理でしょうけど、でもまあこの10億だったら1億ぐらいはちょっとギャンブルやってもいいですよね。やばい人だこの人。この人やばい人さ。よくない？だって10億のうち1億ギャンブルに使う。ダメですか？だってギャンブルってどういうギャンブルですか？例えばまあ私ボート好きなんで、ボートやる。もうすごい倍率低いやつ 1. 何倍にかけるってことですか？そう。なるほどな。そういうのまあやって一か八か。マジっすか？いやだったら絶対10億なんて元手があったら、勝手に増える、安全に勝手に増える方法あるんですよ。マジで。例えばその
不動産投資とかそういうことですか？不動産もあるでしょうし、そのわかんない金みたいなこともあるでしょうし、はいはいはい。ね、なんかそれでもつまんない。だからそれはそれはその残りの9億の中でやればいい。で1億は1億もうヒロさんもうバグってますよ。そう1億10億分のうちの1億なんでめちゃくちゃでかいですよ。だって1万円のうちの1000円ってことですよね、ほぼね、感覚的にはね。それで言ったら別に良くないですか？1億使っても。なるほど。そうなんですか。ただその親には言いますよ、1億使うからねって、このギャンブルでボートレースやりますよっていうのを言いますよ。じゃあ会社言わない。でもそれで番組決まるかもしれないですよ。1億で10億でそっか。それでもさ、会社に言うとするじゃないですか。そしたら会社の人間にみんなに広まる。そしたら狙いがすごい来るじゃないですか。で番組なんかやっちゃったらもっと全国になっちゃう。そうです。それで言ったらそのリスクはちょっと負いたくないので、マネージャー一人に言うとか。広がりますね。広がります。わかんないです。日野さんのマネージャーさんをね、そんな知ってるわけじゃないですけど、いや俺は本当に誰か、それこそ誰かに言ったらやっぱ、じゃあ親に言った親の兄弟とかおばさんとか。いや親には絶対もう本当に絶対言わないよっていうのをもう絶対徹底してちぎり交わして、1億のちぎり交わしてすごいじゃないですか。1億親にあげて1億ギャンブル使ってもう8億あと8億。なるほどね。最後に1個だけ聞いていいですか？はい。じゃあ付き合ってる彼氏。言わない。旦那。これダメ。結婚してて旦那もダメ。なるほど。もうこれは遺産問題。わかりました。ということで、ロッカーナンバーかりさんありがとうございました。はい、皆さんまた見てください。さよなら。